はい、皆さんこんにちは、あつろうです。今回なんですけども、子供をバイリンガルに育てたいなら、環境が大事というテーマでお話ししたいと思います。で、現在のね、僕の子供の状況をまず説明すると、今4歳なんですけども、日本語とベトナム語で、あとね、英語をね、少しだけコミュニケーションすることができます。で、日本語とね、ベトナム語の会話は、ほぼほぼネイティブのベトナム人と日本人の子供と同じぐらいのレベルで会話をすることができます。じゃあどうやってね、私たちが子育てをしてきたかっていうと、結論から言ってしまうと、子供のね、環境への順応力を信じました。これだけです。こんなことを言うとやっぱちゃんとした答えがないんじゃないかってね思われるかもしれないんですけども、これにはねちゃんとした理由もあるので、ちょっとまず子供のね状況っていうのを時系列でご説明したいと思います。こんな感じです。はい、じゃあねちょっと時系列に沿って説明をしていきたいんですけども、すみません、ちょっとパソコンでメモしてるんでパソコンを見ながらご説明させていただきます。で、まずね生まれて6ヶ月目ぐらいなんですけども、ベトナムのねローカルの保育園に入園をさせました。で、ちょっとねここで補足なんですけども、ベトナムではね子供をね産んだお母さんっていうのはだいたい3ヶ月目から6ヶ月目ぐらいで、職場復帰をしますと。で、ほとんどね家庭ではこの時期から保育園へ子供を預けるのが本当一般的です。はい。で、次にね8ヶ月目ぐらい経ったらベトナム語でのね単語でのね会話を始めるようになりました。で、この頃ねその僕の話すね日本語っていうのは一切わからなくて、なので僕もねベトナム語の単語だけですけども、本当片言で、話をしていました。その後1歳ぐらいの時に僕のね日本の両親がベトナムにねヘルプで、駆けつけてくれて、でそうですね、そこから、半年ほど、子どもの生活の環境っていうのは昼間は保育園でベトナム語の環境で、戻ってくると日本語が飛び交うような環境で育ったんですね。で、そんな生活をですねだいたい半年ぐらいですかね続けていて、で子供が1歳半ぐらいの時になったらベトナム語と日本語でのね、簡単な会話っていうのができるようになってきました。2歳9ヶ月頃ですね、ちょっと僕がねちょっと仕事で半年ほど日本に行くことになってしまって、でこの頃っていうのはねもう本当だいぶ日本語とベトナム語での会話が上手くなっていましたと。で、僕はね12月くらいに日本に戻ったんですけども、やっぱりその頃ってもう日本のねその許認可の保育園って全て予約制じゃないですか。なので入園ができなかったんですね。日本に帰っても入園ができなくて、で仕方がないので結局インターナショナルの保育園に通わせるっていう選択をしたんですね。ここでねよく考えていただきたいんですけど、インターナショナルの保育園ってやっぱり全て言語はね英語なんですよね。で先生もね全員オーストラリア人とかアメリカ人、英語ネイティブの人たちですと。であとはね来てるお子さんたちも、やっぱりね英語圏の子供たちが多くて、全員英語ペラペラなんですね。でも私の子供英語一切喋れないみたいな、そんな状況でインターナショナルの保育園行かせたんですけども、今考えるとねよくこれ入れたなって思うんですけども、で、子供ってねほんとすごくて、で、大体半年間ぐらいね通わせてたんですけども、みるみるうちにね英語が上達したんですね。で日本にいる半年間で、結果的に日本語と英語での会話がメインになって、逆にねこの頃ベトナム語を忘れるっていうねことになりましたと。半年ぐらい日本のね仕事が終わりまして、でベトナムに戻ってきましたと。でその時にね僕すごい悩んだのが、どの保育園に入れるかっていうことなんですけども、子供のね状況としてはやっぱりベトナム語を忘れちゃってるし、でも日本語と英語上手くなってると。でもね日本の保育園とか英語のインターナショナルの保育園っていうのはやっぱりちょっと高いんですね、金銭的にも。とはいえねベトナムの保育園に入れたらやっぱり言葉話せないので、友達とかからいじめられちゃうんじゃないかなっていう心配もありました。なんですけども、ここでね僕ちょっとふとね考察をしてみたんですね。ちょっと皆さんも思い返してもらいたいんですけども、日本に来る前のことをちょっと思い返してほしくて、でまずね一つ目が、日本に来る前っていうのは
ベトナム語と日本語での会話ができて、英語は全くできなかったんですよね。で、日本で保育園に入れなくてインターナショナル保育園に通わせました。で、周りはね、全員英語がネイティブでした。で、半年間通わせたら日本語と英語での会話ができるようになって、でもベトナム語がね忘れちゃったんですよ。でここでね僕はちょっとひらめいたんですけども、子供っていうのはね周りがその言語しか使えないんだったら自然とね自分も覚えるんだということに気づいたんですね。であとはねもちろんそのベトナム語をね覚えるっていうのは、将来的に考えてもねメリットしかないと思ったので、子供をベトナムのローカルの保育園に預けるという決断をしました。で結果的に、冒頭でもねお伝えしたんですけども、日本語とベトナム語でのそのバイリンガルとして今は成長してきましたと。でね、僕はこのね実体験を通して、子供をねバイリンガルに育てるにはまずはね子供の環境へのその順応力っていうのを信じるっていうことがすごい大切なんだなっていうのを実感しました。はい、ということでね、ぜひね皆さんの子育ての参考になればと思います。他にもねコミュニケーション能力とか、言語の能力を伸ばす、ツールっていうのをですねちょっと僕もいくつか、知っているんですけども、それはねまた別の動画でご紹介したいと思います。はい、それでは本日は動画のご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。